今回は、ホワイトアローズのアクロバット飛行の見どころなど、すべての演目を詳しくご紹介します。ブルーインパルスとは、一味違った妙技をご覧ください。デルタフォーメーション離陸。まずは、デルタフォーメーション離陸で始まります。1番機から3番機が、三角形のデルタ体系で離陸し、それを追うように4番機が離陸、すぐに編隊に追いつき、お互いの間隔が3メートルまで接近したダイヤモンド体系を作ります。小月基地の航空ショー、スウェルフェスタでのフルショーでは、ホワイトアローズのアクロバットの前に、他の5機と合流した9機の大編隊飛行から始まります。ここから4機のホワイトアローズが分離し、いよいよアクロバットショーへ進みます。残る5機も、まるでアクロバットのような旋回を行い、ホワイトアローズの舞台を盛り上げます。ファンブレーク、アローヘッド。さあ、ホワイトアローズの登場です。まずは、4機のファンブレークと、それに続くアローヘッドへの体系変換です。左後方から4機がダイヤモンド体系で進入します。とても高度が低く、編隊が大きく見える圧巻の飛行です。海上の方へ、機体を60度傾け、扇の縁を回るように急旋回していきます。ホワイトアローズでは、ブルーインパルスとは違い、2番機が右翼、3番機が左翼につきます。これは、米海軍のブルーエンジェルズと同じです。海上の正面を通過した4機は、矢尻の先端をイメージしたアローヘッド体系へ変換します。アローヘッドクロスからジャックナイフ。続いて、早くも大技のアローヘッドクロスです。海上の正面から侵入した4機のうち、後方の2番機と4番機が交差して左右に分かれ、前の1番機と3番機も上昇しながら交差します。2番機と4番機は、それぞれ海上の左右から侵入し、海上の正面ですれ違うジャックナイフを行います。アウトストリップ。1番機が時速約 220km から 130km まで減速し、車輪を下ろしたゆっくりとした飛行を見せます。その脇を時速約 330km まで加速した3番機が一気に追い抜いていきます。3番機は、その後、速度を落とすため急上昇旋回を行いますので、最後まで目が離せません。低速飛行、高速飛行、加速、減速といった飛行機の基本動作を目の前で見ることができます。スティープターン&ハーフクローバーリーフ。海上の正面からやってきた4番機が左右に8の字を描くスティープターンを行います。シンプルな科目ですが、飛行機にもパイロットにも 2G の負担がかかる急旋回をしながら、綺麗な円を描き、きっちりと元の位置に戻ってくる正確な操作は、さすが教官といった腕の見せ所です。4番機は、引き続き、クローバーリーフターンを行います。これは、先ほどの水平旋回に上下の動きを加えたものです。まずは、左斜め上昇旋回、そのまま、スムーズに下降旋回を行って、元の高度に戻り、続いて右上昇旋回、下降旋回と続け、四つ葉のクローバーの葉のうちの2枚を描きます。上昇、旋回、下降を連続してスムーズに行うため、姿勢が変化し続ける難易度の高い飛行です。合計4回の急旋回を連続で行いますが、荷重がかかっても速度を失うことなく安定して飛べる T5 練習機の機体性能の高さが伺えます。皆さん、クローバーの葉をイメージできましたでしょうか。4番機による単独に、スリープターンとハーフクローバーリーフでした。テイルチェイス、レイジー8。海上の斜め前方から進入した1番機から3番機が、
縦一列に並んだトレール体系のまま、前の機体を追うように、左上昇旋回、下降旋回を連続して行い、続いてデルタ体系に変換しながら右上昇旋回、下降旋回を行います。航跡は、クローバーリーフターンとほぼ同じですが、綺麗に変態を保ったまま、難しい航跡を綺麗になぞり、さらに、変態の形を変えながらも、同様のことができる、教官パイロットの技術の高さを存分に表しています。上昇、旋回、降下といった一連の流れを正確に行う様子は、これを見ている航空学生にとって、最高のお手本になります。今、後方の向きが左右に動いて体型を変えました。ダブルエルロンロール&シャンデル。4番機が、まずは、左右に1回ずつ横転します。安定して飛ぼうとする T5 練習機を回転させる腕の見せ所です。ジェット機のチームは、いとも簡単に、くるりと回りますが、T5 練習機の横転を正面から見ると、パイロットの操縦技術で回転させていることがよくわかります。続いて左斜め上昇旋回、シャンデルで急上昇し、離脱していきます。ここで T5 型練習機の紹介をします。大きさは全長 8.5 メートル、幅10メートル、高さ3メートル、重量 1.6 トンと。バーティカルブルーム。会場の正面から侵入した1番機から3番機が急上昇し、垂直になったところで3方向へ分かれます。アクロバット飛行の花形、上向き空中開花です。変態を組んだままでの宙返りなどを行わないホワイトアローズにとって、垂直になるまで密集変態を保っている一番の見せ所かもしれません。雲の高さによっては、斜めに3回するパターンもあります。ループ、エルロン、インメルマン。4番機が元気に飛び回る連続技です。まずは、垂直の宙返り、ループです。急上昇、背面、急降下を連続して行い、綺麗な輪を描きます。続いて横転するエルロンロール。この後、会場の後方へ回り込み、降下しながら勢いをつけて再登場。目の前で宙返りを半分行い、背面になったところで、機体を水平に戻して、元来た方向へ飛んでいきます。この方向転換をインメルマンターンと呼びます。決まりました。インメルマンターンでした。ローリングコンバットピッチ。ブルーインパルスにもありますが、こちらはもっと複雑です。1番機から3番機が斜め一列のエシロン体系で進入。1番機から大きく上昇横転して離脱していきます。その動きに目が釘付けになっている観客を4番機が超低空飛行でかすめ飛んでいきます。びっくり。一般的にスニークパスと呼ばれる手法で他国のチームでもよくあるびっくりポイントです。アローズランデブー。先ほど解散した各機が再集合します。空中集合は軍用機のパイロットにとって大切な技術の一つです。縦一列に整列した後、ダイヤモンド体系に変化し、会場の正面を通過していきます。ショーも大詰め、最後のご挨拶です。そして、変態は上昇しながら斜め一列に体型を変えます。レインボーブレイク。いよいよラストです。斜め一列の変態が1番機から順番に急上昇旋回し、変態を解いていきます。各機が描く半円の軌跡が虹のように見えるため、レインボーブレイクと呼ばれます。
ローパス、着陸。最後は、1機ずつ、観客の前を通過、思い思いにご挨拶し、着陸します。2番機、機長、倉本さん。ホワイトアローズ。教官の技量向上、学生の意欲啓発という目的を果たすため、基本をしっかり抑えた堅実な匠の技でありながら、一般の人も楽しめるように、たくさんの花を散りばめた素敵なアクロバット飛行でしたね。まさに動く教科書です。これからパイロットを目指す人は、一度は見ておくべきチームではないでしょうか。ぜひ、全国の航空イベントに出演していただき、何回でも見たい素敵なチームです。次に会える日を楽しみにしています。